チェックメイトキング2を通してください。チェックメイトキング2、こちらご移動どうぞ。はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル。はいはい、しょっぱなからね、いろんなメニュー、いろんな材料を組み合わせてね、はいはい、無線機みたいな、モールス信号みたいな、テレビドラマみたいな、はいはい、いろんなね、いろんな感じでちょっと編集してみました。はい、これね、ミューゼンの Bluetooth のスピーカーなんですけども、送られてきた時の、このケースいうかパッケージ、どれだけでかいね。はい、入ってるのはこれだけですわ。77.9の60.8の35.7やからね、手のひらサイズいうかな、ちょうどね。それにいて、なんかね、フルメタルボデー。なんか映画でもあったんちゃうかな、そんな題名。フルメタルなんとかやつ。はいはい、なんかね、ずっしりね、248g。で、そこにはね、USB と、それと説明書が入ってるんですけども、実はね、この商品自体はもうね、1年ぐらい前に発売してたんと、それと私も知ったんが、ほぼ半年ぐらい前かな、ちょっと遅いんやけども、知ったんですが、スピーカー自体ね、今までもいくつも持ってるんで、まあ、かっこええけども、まあまあ、3つも4つもあることやし、いらんかなーってね、思ってて、全然知らんかったんですわ。思ってたんですけども、ひょんなことから、なんやろ、アマゾンやったっけ、たまたま見てたんか、ちゃうわ、YouTube で見たんかな。この箱、あれなんや、箱がこれ、めちゃくちゃかっこええなーって、なんかで使えへんかなーってね、思ったりして、はいはい、おかしな話で、商品よりか、パッケージケース、それがね、気になったんですわ、今回。はいはい、そんなんでね、ちょっと表に出てきて、琵琶湖沿いでね、ちょっと撮影してるんですけども、なんですぐに買えへんか高いのはね、このスピーカー、一番最初いうかね、Bluetooth のちっちゃいやつ。まあ、その前にもね、BOSE の持ってたんですけども、表に持ち出せるサイズとしては、これね、EV、ちゃうわ、EWA、A の106やつ。これがね、1800円ぐらいかな。それぐらい安いのと、それと 175g で3ワットかな。十分使えるし、音もいいし、これ持ってたんですけども、その後ね、この JBL、持つのがね、結構丸いやつ不便やったんでね、この紐付きのやつ、紐付きのやつも欲しいないうことで、この JBL、これがね、4.2W ぐらいで、209g かな。これは4800円ぐらい。で、その後に、今回のこれ。これがね、ほんま、5W あって、んで、240g。はいはい。まあ、1万円ぐらいするんですけども、なんかね、遊び心あるっちゅうか、ほら、これ、モールス信号の Bluetooth のペアリングの音、なんかね、スピーカーでありながら、無線機みたいな雰囲気を出してる。はい、ちょっとね、オーディオライブラリの方から、I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. はいはい、こんな感じです。この3つやったらね、一番大きい 5W あるんでね、引き締まった感じで力強さがある。やっぱ全て金属やいうので音もあれかな、引き締まってるのかな。ぼやっとね、した感じじゃないんですわ。まあね、今回もこの3つあるんですけども、やっぱね、一番音が好きや言うんやったらこれ。ね、やっぱ値段も高いんで、今触ってるやつなんですけども、その次、どれか言うたらね、この1800円の EWA、あれね、これもね、結構図体の割に重たいんで引き締まった音がしてるんで、
まあこの3つで一番私好みでないのは JBL。まあね、これは個人差があって、私の意見やからね、まあ参考になるかどうかも分からへんし、音の好みもあるんでね、はいはい、そこだね、一概に言えへんねんけども。はい、ちなみにね、40年ぐらい前に、ちょっとね、店をやってた時は、店の中で聴く音楽は JBL と山水の箱に入ったね、はい、結構高いね、スピーカーを使ってたんで、JBL はね、好きな方なんですわ。ちょっとカラッとした感じでね。はいはい。そんなんで、初めにもちょっと話してたんですけども、スピーカー買った、ね、おかしな、入れ物が気に入って、今回無理して買ったいうね、そういう話をちょっとしてたんですけども、実はね、あれですわ。今こういう感じに使ったらいいんちゃうかなと思って、で、これが欲しかったんですわ。中身は、はい、これですわ。オピネルのナイフを入れてます。オピネルコレクター、ケースって言うかな。はい、何でもかんでもね、好きなものを、こういう感じに箱に詰めたり、それとか、スタンレーのランチボックスやったっけ？あれには、エレコムの、LED をセットしてみたり、何しかね、いろんなものをセットして、詰めていく。はいはい。そんなもね、結構好きなんで。まあ、形から入ったこのスピーカーなんですけども、実はね、音も結構良かったいうので、これはラッキーやな、音もええし、入れ物もかっこええし、いうので、ほんで、いろいろ見てたら、純正じゃないんですけども、こういった感じで、チェックメイトキング2、こちらホワイトロックみたいな、アンテナもね、なんか売ってたりするんですわ。まあ自分はいうか、今回のために自分でちょっとね、針金とかを利用してアンテナを作ったんですけども、いろいろ皆さん遊び心持ってるいうか、遊び心あるメーカーもあって、アンテナも作ったとこもあんねんなとか、思ったりしてね。まあもっぺん探してみて、そのアンテナを売ってるとこもあったらいっぺんまたねリンクでも貼っときますんでね。まあ本当に今回は遊び心あるスピーカーを紹介させていただきました。むちゃくちゃな商品の選び方かもしれませんけども、これがジジイの楽しみ方。参考になりました？次回もよろしく。まあね、遊び方いいのをね、自分の好きなように、自分のしたいようにしたらね、いいだけのことで、今回もね、こういったケースを使って、ナイフを入れときたいなってね、思うのは今に始まったことじゃなくして、昔から、これあれですやんか、ビーパルフルクの、マルチツールいうかな、それを弁当箱のおかず入れに、しまい込んでる貧乏くさいじじいであります。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタの方もやっております。じじい_70、じじいは72歳。おおきにおやすみ。